クマのポシェットの作り方。かぎ針編みで作る子供用のポシェットです。100均で材料や道具も揃えられるため作りやすくおすすめです。毛糸で作るのはもちろんのこと、麻紐で作るクマさんも可愛く、いろんなバリエーションを楽しめます。それでは作り方を見ていきましょう。材料です。顔用と鼻周りの2カラーの毛糸を用意します。動画ではダイソーのコットン 100%25g を6玉ほど使用しました。鼻周りのパーツは毛糸1玉、編み針は6号、毛糸用のとじ針を用意します。目や鼻の部分はフェルト生地を使用します。まずは作り目を作ります。2本の指に2回毛糸を巻きつけます。親指と中指で輪っかを持ったら毛糸を人差し指にかけます。輪っかの中に針を入れ、糸を引き抜きます。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。次に細編みを輪の中に6回編みます。糸を引き抜きます。針にかかった2本の糸を引き抜きます。これで細編みが1目編めました。これを6回繰り返します。2、3、4、5、6、6回編んだら次に輪を絞ります。最初の糸端を軽く引っ張ります。引っ張った時に短くなった方の糸を引っ張り輪を絞ります。絞ったら最初の糸端を引っ張ります。これで輪を絞ることができました。一周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。最初の目に針を入れ、糸を引き抜きます。次に手前の糸のみを引き抜きます。これで引き抜き編みができ、1段目が完了しました。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。2段目を編んでいきます。2段目は1目に対して2回細編みを入れていきます。先ほど引き抜き編みをした初めの1目目に針を入れます。今針を入れた同じ目にまたもう一度細編みを編みます。針を入れる箇所は赤丸の箇所になります。この赤丸の箇所に2回ずつ細編みをします。同じ目に針を入れ、もう一度細編みをします。これを最後の目まで繰り返します。
1周編んだら最初の目に引き抜き編みをして2段目が完了です。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。3段目です。3段目は2目めに2回細編みを入れていきます。針を入れる箇所は赤丸の箇所になります。1、2目めに2回細編みを入れます。1、2目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。1周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。4段目です。4段目は3目めに2回細編みを入れていきます。1、2、3目めに2回細編みを入れます。1、2、3目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。1周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。5段目です。5段目は4目めに2回細編みを入れていきます。1、2、3、4目めに2回細編みを入れます。1、2、3、4目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。1周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。これを10段まで編みます。6段目5目めに2回細編み、7段目6目めに2回細編み、8段目
斜め目に2回細編み、9段目8目目に2回細編み、10段目9目目に2回細編みで編んでいきます。編み終わったら糸は長めにカットしておきます。顔のパーツを2枚作ります。編み始めの糸を処理します。とじ針に通します。裏面側の目に交互に針を入れます。根元からカットをします。2枚とも糸処理をしておきます。次に2枚を引き抜き編みでつなぎ合わせていきます。編み終わりの隣の目に針を入れます。新しい毛糸を用意し、人差し指にかけます。重ねて針を入れます。手前の糸のみを引き抜きます。この引き抜き編みを繰り返していきます。20目から22目ほど開けておきます。ここがポシェットの口の部分になります。糸始末をします。輪っかの中に糸を通し引っ張ります。とじ針に糸を通します。端を3回ほどきつく縫い閉じておきます。裏側の目に交互に針を入れていきます。根元をカットします。反対側も同じように糸始末をします。他の糸端もすべて糸始末をしておきます。耳のパーツを作成していきます。冒頭と同様にまずは作り目を作ります。指に2回毛糸を巻きつけます。輪っかの中に針を入れ糸を引き抜きます。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。輪の中に細編みを5回編みます。1、2、3、4、
5目編んだら輪を絞ります。糸端を引っ張り、短くなった方を引っ張ります。また糸端を引っ張り完了です。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。裏返します。2段目です。2段目は1目に2回細編みを入れていきます。針を入れる箇所は赤丸の箇所になります。同じ目に針を入れ、もう一度細編みをします。最後まで編めたら立ち上がりに鎖編みを1目編み裏返します。3段目です。3段目は2目めに2回細編みを入れていきます。1、2目めに2回細編みを入れます。1、2目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。最後まで編めたら立ち上がりに鎖編みを1目編み裏返します。4段目です。4段目は3目めに2回細編みを入れていきます。1、2、3目めに2回細編みを入れます。1、2、3目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。最後まで編めたら立ち上がりに鎖編みを1目編み裏返します。5段目は4目めに2回細編みを入れていきます。1、2、3、4目めに2回細編みを入れます。1、2、3、4目めに2回細編みを入れます。これを最後の目まで繰り返します。5段ほど編めたら
糸は長めにカットをして耳パーツは完成です。これを2つ作ります。耳のパーツと顔パーツをつなぎ合わせます。顔パーツの目と耳パーツの目に交互に針を入れていきます。糸が目立たないようになるべく端の方の目に針を入れるときれいに仕上がります。最後までつなぎ合わせたら、裏側の目に交互に針を入れて糸始末をします。反対側も同じようにつなぎ合わせます。鼻周りのパーツを作ります。顔のパーツと全く同じ編み方になります。まずは作り目を作ります。2本の指に2回毛糸を巻きつけます。輪っかの中に針を入れ、糸を引き抜きます。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。次に輪の中に6回細編みを編みます。1、2、3、4、5、6、輪を絞ります。糸端を引っ張り、短くなった方を引っ張ります。また糸端を引っ張り、完了です。1周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。2段目を編んでいきます。2段目は1目に2回細編みを入れていきます。これを最後の目まで繰り返します。
1周編んだら最初の目に引き抜き編みをします。立ち上がりに鎖編みを1目編みます。3段目です。3段目は2目めに2回細編みを入れていきます。5から7段ほど編みます。何段編むかはお好みで調整してください。糸は長めにカットしておきます。糸始末をします。鼻周りの糸端をとじ針に通します。次に顔のパーツと鼻周りのパーツをつなぎ合わせます。顔に合わせて位置を調整します。顔パーツの表面の目に針を入れます。裏面の目にも針を入れてしまうとポシェットがくっついて開かなくなってしまうので気をつけてください。最後までつなぎ合わせたら針をランダムに入れて糸始末をします。目と鼻を作ります。フェルト生地をお好みでカットします。ボンドなどで貼り合わせます。位置や形、大きさなどで印象が変わるのでアレンジしてみてください。次にショルダー紐を作ります。毛糸100センチを6本用意します。糸端を結びます。テープなどで固定しておきます。2本ずつに分けて三つ編みをしていきます。毛糸で本体につなぎ合わせます。交
交互に縫い付けていきます。これで完成です。制作に時間はかかりますが、編み方自体は簡単なので、ぜひ挑戦してみてください。他にも編み物のレシピやソーイング、刺繍のレシピなどを配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。